ちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回はジオラマ制作の第14回目、線路にバラストを巻いてみたいと思います。鉄道模型についてよく話題になるのが、どこのレールを使っているのかということなんですが、大体の方は加藤かトミックスの固定式のレールを使っているんではないかと思われますが、今回こちらのレイアウトに使っているのは加藤のフレキシブルレールとなります。このレールは自由に曲げれますので、きついカーブとか緩いカーブ、あるいは S 字とかいろんな表現が自由にできるのがメリットでございます。それで今画像の現状としましては、レールの下にコルク導賞をつけた段階なんですが、バラストを巻く前にちょっと一工夫してレールに傾きをつけてみたいと思います。こういうのを車の世界ではバンクと呼びますが、鉄道業界ではカントと呼ぶそうです。ではこれを表現していきたいと思います。こちらはホームセンターとかに売ってる1ミリ厚のゴムシートになります。これをだいたい3ミリぐらいの幅でカットしていきます。その切った分をレールの下、外側のレールだけですけども、コルク導賞との間に差し込んでいきます。この時レールを固定している釘を少し緩めて、ゴムが挟まったら再度打ち付けるというような形で、接着剤を使わなくても問題ないかと思います。それで直線からカーブに入ったところ、だいたい5センチから10センチぐらいは開けて、残りのカーブの部分をこれをしていきますと、列車を走らした時にこんな風に傾いて走行しますので、よりリアルな臨場感を感じれるということでございます。ではバラストを巻いていきます。使っているバラストは加藤のバラストナノブラウンという種類になります。ただしこのレイアウトは分割式にしておりますので、途中の分割の部分はユニトラックのスライドレールを使う関係で、こちらのユニトラックタイプのバラストも一部使っております。それでバラストを巻いていきますが、バラスト自体は袋入りで販売されておりまして、そのままではちょっと巻きづらいので、適当な容器に移してこんな風に巻いていきます。強いておすすめするわけではありませんが、使っている容器はこちらのカゴメさんの具沢山ピザソースの容器となります。これを洗ってから乾燥させて使うわけですが、ちょっとピザソースの匂いは残ります。100均ショップでもこういった容器は販売されておりますので、こちらでも全然いいんですけれども、このピザソースの容器はこの口の形が巻きやすいということで、バラストよりもむしろパウダー類を巻くときに優れた形をしているというふうに感じております。しょっちゅうピザとかピザトーストとか食べるよという方にはちょっとしたおすすめでございます。それからちょっと順番が前後しますが、マスキングテープをホーム側に貼って、バラストとホームがひっつかないように養生しております。ではある程度バラストを巻きましたら、今度は筆を使って形を整えていきます。この時バラストを巻く厚さは枕木と同じ高さか、あるいはわずかに下ぐらいがベストなんですけれども、枕木の高さはせいぜい3ミリぐらいしかないので、バラストの厚さはそれ以下ということになりまして、割と薄い感じで伸ばしていくイメージです。この段階では枕木の上にバラストが大きく覆いかぶさらないようにして、あとは均等に伸ばしておけば大丈夫かと思います。では 1.5 メートルほどバラストを巻いてみました。このレイアウトは1周7メートルほどあるので、
ちょっと全部一気にやるのはしんどいので分けて作業を行います。チャンネル登録よろしく。では次に木工用ボンドを水で薄めた水溶液を作ってバラストに流していくわけですが、流す作業は2回に分けてするのがおすすめです。1度目は木工用ボンド1に対して水が4から5、5、6倍に薄めるというような感じですかね。それが半乾きぐらいになったら2回目を追加しますが、2回目の濃度は木工用ボンド1に対して水が2ぐらい、倍率で表すと3倍になりますが、この2種類の水溶液を混ぜてから少なくとも1日ぐらい置いた方が理想かと思います。それを使う直前にまたよくかき混ぜてから流していくわけなんですが、その前に霧吹きを吹いていきます。この霧吹きは少し遠目からするのがコツなんですが、ちょっとスペースの都合なんかもあったりして真下に来てしまうと、こんな風に雫だれが起きてダマになってしまいます。これは後ほど直すこととしまして、霧吹きをしない場合の例を見てみますとこんな感じでございまして、要は表面張力のようなものが働いて水分を弾いてしまうということでございます。それで霧吹きをしますと、その水圧みたいなので若干崩れたりはしますけれども、張力で弾くということはなくて、その後こんな風に水溶液が染み込んでいくということでございます。この水溶液を流すときは基本スポイドを使っておりますが、レールとレールの間、枕木の部分ですね、ここに関しましてはこの木工用ボンドのちっちゃい容器、これがレールとレールの間にちょうどフィットしますので、使いやすくてちょっとしたおすすめでございます。次に一部分だけ使っている固定式線路に対してのバラストの巻き方になりますが、まずレールのギリギリのあたりまでバラストを持っておきまして、次に筆でその枕木を露出させるような感じで上部のバラストを鳴らしていきます。枕木はだいたい5ミリぐらいレールからはみ出てるかと思うんですが、それが全て見えるような感じで鳴らしていきましたら、今度は下部の方ですね、こちらを整えてできましたのがこんな感じでございます。だいたいこんな感じでちょっと怒り型といいますか、少しバラストが一旦上がってから落ちていくような形が可能ということでございます。それからこのポイントの部分もフレキシブルレールはポイントが存在しないので必然的にユニトラック固定式になるわけなんですが、この時色合いをぼかす方法としましては、古いバラストが当然茶色くなりますので、茶色の上からユニトラックカラーのバラストを徐々にグラデーションつけて変えていけば自然に見えると思います。あとユニトラックとの色の違いが気になる方はこんな風に茶色く塗装してしまうというのもありだと思います。あと肝心なこととしましては、こちらのポイントスイッチのところですね。ここにバラストとか水溶液が絶対に入り込まないというような細心の注意を払って作業をするということでございます。あとカーブの型の部分はちょっとバラストがつきにくいので、あらかじめ両面テープを貼るのをおすすめいたします。ではだいたいこんな感じで1回目の薄い水溶液を巻き終わりました。ダマになったところはヘラで
ちょっと修正を加えておきます。その後は新しくバラストが追加された表現としまして、ちょっと違う色のバラストを複線のレールの中央に巻いていきます。その後は筆かあるいは小さめのハケでもいいかと思いますけども、こんな風に割とシャープな感じで整えていきますと、こんな感じになります。この状態からさらに緑色のパウダーも巻いていきます。これに関してはあくまでもローカル線のレイアウトに限った話で、都会型だとあまりしない方がいいかと思います。この後は筆などを使いまして形を整え、2回目の水溶液を流して今度はガチガチに固めようという話なんですが、要するにどうせ緑色のパウダーを後から巻くんであれば、2回に分けず一度でバラストとグリーンの表現を一緒にやってしまおうという考えでございます。ではしばらく時間を置きまして、水溶液がしっかり固まりましたら、今度は余分なバラストやパウダー類をこすってきれいにしていきます。この時割と使い古した歯ブラシが役に立ちます。私はどっかのホテルに宿泊した時の歯ブラシかなと思いますが、100均のやつでも全然いいかと思います。その後はこんな風に掃除機で吸い取っていきまして、バラストの巻き終わり、出来上がりということでございます。ではだいたいバラストの方は巻き終わりましたが、ちょっとこの辺りがですね巻いておりませんで、と言いますのは、この鉄橋の柵が奥の川を作っている時にちょっと取れちゃったので、これの掛け替えをしたいと思いますが、その際に外す時にレールにバラストが巻いてると外れにくいので、今後いろんな作業が終わってからやってみたいと思います。ということで今回の動画はバラストを巻く動画でございました。最後にちょっとぐるっと一周回って終わりにしたいと思います。最後までのご視聴誠にありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。